こんにちは。作るに夢中、三つみですずです。今回は技術書店というイベントのオフライン会場に出店してきたので、そのレポートです。技術書店は IT 系技術書の同人イベントです。個人やサークル、あるいは企業有志が PC、ウェブ、システム、設計、ハードウェア、AI などなど IT に関する本を書いて持ち寄り頒布します。技術書店17ではオンラインマーケットはおよそ2週間、会場現地でのオフライン開催が1日あります。私は技術書店15と16、そして今回の17にもサークル参加です。オンラインでの書籍頒布に加えて、池袋のオフライン会場でブースを構え、来場者の皆さんをお迎えしました。この動画ではブースの様子や展示物の紹介などをお届けします。ここは東池袋駅、オフライン会場の最寄り駅です。ここから池袋サンシャインシティへ歩いて10分ほど、会場に到着です。私の配置ブース A16 に到着すると、長机1つ、椅子2脚、そして発注していた物理本が待ち構えていました。今回の新刊はディスク 5CH32V マイコンボードを設計して製品化したお話。私が設計したマイコンボード鈴の 32RV についての本です。鈴の 32RV はディスク 5CPU のマイコン CH32V203 を搭載したアルディーノ UNO 形状のマイコンボードです。ディスク5にトライしたり CH32V チップを探検したり USB デバイスを取り扱える USB ホスト機能に挑戦したり、新しい世界へのお供となるボードです。このチャンネルでも設計過程をライブ配信したり、動画でも何度か紹介していますね。また本でも期間で経過を都度紹介していたのですが、今回はビットトレードワン様より製品として一般販売されるという大イベントがありました。販売に向けてドキュメントやサンプルコード、ライブラリの大幅な整備をしましたので、それらに合わせて最新の開発環境やコード例などを解説しています。また後半のパートでは製品化までの道のりを改めて振り返ったり、開発環境、ライブラリ整備の裏話も紹介しています。ページ数は当初の想定よりだいぶ膨らみ、全52ページとなりました。過去最大ボリュームです。オンラインマーケットでは電子版のみを頒布していますが、オフライン会場では物理本も取り扱いました。物理本は発注数が難しいですね。前回が20部だったので、今回は30部としました。多分他のサークルよりだいぶ少ないのですが、テーマがニッチなので、まあこんなものかなという推測です。また本とセットで買ってもらえるよう、鈴の 32RV 自体も10個だけ持ち込みました。こちらも需要は読めないので、かなり弱気な数です。新刊の紹介と見本誌、マイコンボード自体に加えて、さらにマイコンボードの作例も2つ展示しました。1つは電光掲示板、カラー LED マトリックスの駆動です。 LED マトリックスは専用モジュール基板で制御することが多いのですが、ここでは鈴の 32RV が GPIO で直接制御しています。標準ための制御信号は常時送り続けないといけないので CPU がフル回転です。さらに表示データは USB メモリーに格納されていて、ファイルシステム上の独自形式のファイルを読み込んでいます。鈴の 32RV の大きな特徴は USB ホスト機能ですので、 USB ホスト機能とハードウェア制御の合わせ技を披露しました。作例2つ目は USB レシートプリンターの駆動です。お店でレシートを出力するのに使われる感熱紙プリンター、これを鈴の 32RV に USB で接続して印刷を実行します。印刷の指示インターフェースとして USB キーボードとして振る舞うマクロパッドを用意しました。こちらも鈴の 32RV 製です。印刷するデータは USB メモリー上にファイルとして準備してあります。つまり印刷するときは3つの USB デバイスを取り扱うことになるのです。マイコンで USB をここまで使えるというのはとても感動ものです。
こういうシステムはラズベリーパイなどを使うことが多いとは思いますが、このようにもっとコンパクトな構成でも実現できます。 USB はモダン OS の載った PC で使うものというイメージがあるかもしれませんが、実はもっと幅広く活用できるのです。技術書店は IT の中でもソフトウェア系が多いので、このようなハードウェアはどこまで興味を持ってもらえるかというとなかなか難しかったりもするのですが、やはり USB に関心を持つ方が多かった印象があります。アルディーノ形状のマイコンボードで USB Type-A コネクタを搭載するボードはほとんどありませんからね。本にも様々な方が興味を持ってくれました。すでに鈴野さんに RV を知っている方も、マイコンボードをいろいろ探索している方も、あるいは USB とマイコンボードという組み合わせに惹かれた方もいらっしゃいました。16時前には物理本もマイコンボードも完売して、無事に17時の閉幕を迎えることができました。ハードウェアはやはり実物が動く様子を見たいと思いますので、こういうリアルイベントで皆さんにお見せする機会、皆さんの興味関心を直接感じる機会もとても大事だと考えています。次回の技術書店も楽しみです。このチャンネルではバーチャルとリアルどちらでもいろんな機会を生かして作品を皆さんにお届けしていきます。ぜひ高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローをお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またね。